皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は視聴者様からのリクエストにお答えして、インターネット広告やゲーム、そして新しい未来のテレビアベマでおなじみのサイバーエージェントを点検していきます。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートです。サクッと確認していきましょう。配当利回り 3% 以上に対し 1.41% で不合格、 ROE10% 以上に対し 18.9% で合格、自己資本比率 50% 以上に対し 35.0% で不合格、配当成功 50% 以下に対し 38.5% で合格。配当利回りと自己資本比率の数値だけを見ると不合格ランプが点灯していますが、稼ぐ力を示す ROE は 18% 超えと非常に高く、資金を効率よく使って利益を生み出している優良な現場であることが分かります。配当成功も予想で 38.5% と無理のない水準に落ち着いていますね。次に事業内容の点検、稼ぎの柱です。最新の第2四半期累計のデータによりますと、売上高4786億円のうち最大の稼ぎ頭はインターネット広告で2307億円、構成比は 48.2% を占めています。 AI を活用した広告運用の技術力や多くのメディアとの連携が強みですね。次いでゲーム事業が1321億円で 27.6%、既存の看板タイトルの好調や海外展開が数字を押し上げています。そしてアベマを中心とするメディア&IP 事業が1156億円で 24.2% と続きます。複数の頑丈な柱で建物を支えているバランスの良い稼ぎの構造といえますね。続いて業績の軌跡点検、過去5年の推移です。過去5年間の売上と利益のトレンドを見てみましょう。売上高は2021年の6661億円から2025年の8740億円まで一度も立ち止まることなく右肩上がりで成長を続けています。一方で営業利益の推移には少し波があります。2021年に1041億円を稼ぎ出した後、アベマのコンテンツ拡充や将来への種まきとなる先行投資を積極的に行ったため、2023年には224億円まで一旦利益がへこみました。しかしそこから見事に V 字回復を果たし、2025年には717億円まで利益を戻してきています。しっかりと投資の刈り取り時期に入ってきた頼もしいトレンドですね。次は財務の深掘り点検です。最新の第2四半期末時点の総資産は5565億円です。そのうち現場のすぐ使える貯金である現金は2113億円と非常に潤沢に確保されています。対する借金である有利子負債については約560億円となっています。手元の現金が借金の総額をはるかに上回っているため、実質的には無借金ともいえる安心な状態です。倒産しにくさを示す自己資本比率は 35.0% と目安の 50% には届いていませんが、これだけ手厚い現金という名のクッションがあれば現場の安全性は十分に保たれていると評価できます。次は還元姿勢の点検、配当の推移を確認します。サイバーエージェントは2021年の11円から14円、15円、16円、17円と美しい連続増配を続けています。そして来期予想となる2026年9月期も19円への増配を予定しています。ここで重要なのが、会社が DOE5% 以上という明確な還元目標を掲げている点です。現在の1株当たりの純資産が 383.9 円ですので、ここから 5% をかけた理論上の配当金を計算すると約 19.2 円になります。来期の予想配当19円はまさにこの会社が掲げるルール DOE5% 通りに手厚く誠実に株主へ還元しようとしている証拠ですね。さらに株主優待も魅力的です。毎年9月末時点で100株以上保有しているとアベマプレミアムが3ヶ月分無料、500株以上なら12ヶ月分無料になるクーポンがもらえます。配当をもらいながら自社のサービスも楽しめる嬉しい仕組みです。次は直近決算と将来目標です。
直近の業績も見ておきましょう。2026年9月第2四半期の累計決算では、売上高が4786億円で、前年同期比 13.6% のプラス、営業利益は525億円で前年同期比 79.8% のプラスと、素晴らしい大幅な増収増益を叩き出しています。特にゲーム事業が周年記念イベントや海外展開の成功により大きく利益を牽引しています。また先行投資を続けてきたアベマを含むメディア& IP 事業もしっかり増収増益基調に回復し、過去最高の売上を更新しています。これら複数の事業が同時に力強く成長しているのが今の現場の強さです。次にチャート需給点検です。現在の株価は1347円付近を推移しています。年初来高値の1508円からは少し調整が入っており、年初来安値の1204円との中間あたりで推移している状態です。信用倍率は少し改ざんが積み上がっている状態なので、短期的には上値が重くなる場面もあるかもしれません。最後に結論、のんびりの判定です。それでは本日の総評です。サイバーエージェントは先行投資の時期を抜け、利益をしっかり刈り取る成長フェーズに入っている非常に魅力的な銘柄です。DOE5% という手厚い還元方針に基づく連続増配やアベマの株主優待も嬉しいポイントです。この銘柄はアベマなどのサービスを普段からよく利用していて、株主優待を楽しみながら会社の長期的な成長と連続増配の恩恵をじっくりと味わいたい人におすすめです。投資戦略としての具体的な指し値ですが、需給の重さも考慮し、下値のサポートラインとして意識されやすい年初来安値に近い1200円から1250円付近まで引きつけてから安全に拾っていくのが良いと判断します。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら、忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。